皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast で設定から出すことができます。はい、今日このポッドキャストを録音しているのは1月6日です。普通の会社では今日が仕事始めだと思います。仕事始めというのは1月の最初の出勤日、最初に仕事を始める日のことです。では、質問です。12月最後の出勤日のことを何というか知っていますか？これは前回第2回のポッドキャストで触れたんですが、仕事納めです。12月末に仕事納めをして、1月の最初に仕事始めがあります。仕事始めに何をするかというと、多分みんなで集まって社長とか所長とかそこの場所の偉い人の話を聞いたりするんじゃないかと思います。もしかするとその部署だけで集まるかもしれないですね。で、1年の目標を共有したりすると思います。私の仕事始めは1月4日でした。1月4日から動画を作っていました。Speak Japanese Naturally というポッドキャストがつかないチャンネルがあるんですが、そこに1月5日に上げた年末年始という動画です。よかったらぜひ見てみてください。とある日本人、私のことですね、が年末年始にどんなことをしたのかがわかると思います。ただですね、動画のことで一つ後悔していることがあります。お正月に食べるおせち料理というのがあるんですけど、それについて何の説明も入れなかったんです。おせち料理というのは正月の三が日、つまり1日、2日、3日に料理をしなくて済むように年末に作っておく料理です。煮物があったり甘いものがあったりするんですが、基本的には割とおめでたい感じの料理です。おせち料理って後でイメージ検索をしてみてください。ひらがなで大丈夫です。イメージ検索をするとおせち料理の写真が出てくるので、どんなものかわかると思います。人によって作ったり買ったりするんですけど、おせち料理って冷たいんです。作り置きをしておくので。だからあんまり好きじゃなくて、うちは買わないし作りません。だから動画に全く入れてないんですけど、調べたらどうやら日本人の7割ぐらいの人が食べているようなんです。つまり日本人の7割近くが食べているというおせち料理について全く触れないお正月の動画になっているんで、日本文化の紹介としてはちょっと足りない動画になってしまいました。でも食べない人もいるんで、そういう人もいるよということで楽しんで見ていただけたらなと思います。はい。では今日のテーマに入りましょう。今日のテーマは成人式です。このポッドキャストをアップするのは1月9日木曜日ですが、もし皆さんが日本に住んでいるなら、今週末の3連休、つまり1月11日、12日、13日のどこかで着物を着ている若い女の子を見るかもしれません。もし着物を着ている子を見たら、
なんで着物を着ているのかがわかるように、今回のポッドキャストのテーマにしました。もし着物を着ている子がいたら、その子は多分成人式に行く子です。で、皆さん、成人式って言葉聞いたことがありますか？成人式というのは、成人、つまり大人になったことをお祝いする会のことです。1月の第2月曜日は成人の日です。祝日で学校や会社はお休みの日です。この成人の日か、その直前の土日のどこか、つまり3連休のどこかで成人式が行われます。成人は漢字で、なる人と書きます。人になるですね。成人の意味は大人で、日本では2年前まで20歳、つまり20歳が成人の年齢でした。でも、2022年4月に法律が変わって、今は18歳が成人の年齢です。で、成人になるとできることが増えます。まず、選挙に参加できるようになります。選挙というのは議員を選ぶために投票することですね。それから、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできるようになります。他にも、携帯電話の契約や部屋を借りたりする、そういう契約が親の同意がなくてもできるようになります。で、今言ったようなことは2022年の4月に18歳からできるようになりました。ただ、お酒やタバコ、それから競馬などのギャンブルは今でも20歳になってからです。そして今日のテーマ、成人式も今でも20歳でやるところが多いです。成人式を18歳でやらない理由は、多分大学受験があるからだと思います。18歳は高校3年生なので、大学を受験する年齢です。今週末は今言ったように成人式があるんですが、その次の週末は大学入試の共通テストというものが日本全国一斉に行われます。それは大学を受験する子の7割、8割が受けることになるテストです。なので、今週末は着物の子、来週末は受験生。いろんな大学のそばでその共通テストに向かう学生をきっと目にすると思います。それで次回のポッドキャストでは共通テストについてお話ししようと思っています。で、ともかく1月の成人の日がある日は受験の大事な時期で成人式をしている場合ではない。勉強しなくちゃということで成人式は20歳のままなんだと思います。成人式は式とついている通りセレモニーです。住んでいるところの自治体が主催します。だから例えば成人式では市長さんのお話があったりします。あとは成人式に参加する20歳の子の代表がスピーチをしたり、来賓って言って成人の子たち以外に招待されているお客さんがいるんですが、そういう来賓の方のスピーチもあります。で、だいたい1時間から2時間ぐらいで終わります。参加は自由です。招待状は該当する全員、今年であれば2004年4月から2005年3月に生まれた子たちに送られますが、行きたい子だけ参加します。なんで4月からなのかというと、日本の学校は4月から始まって3月に終わるからです。だから学校で同じ学年になる子たち、一緒に入学して一緒に卒業する子たちが
同じ成人式に行くことになります。成人式は男の子はスーツが多いんですが、女の子は9割が振袖だそうです。振袖っていうのは着物なんですが、結婚前の若い女性が着る着物で、袖が普通の着物より長くなっています。ぜひ、振袖って検索してみてください。ひらがなで大丈夫です。振袖です。どっちかって言ったら、明るい色とか派手な柄の着物が出てくると思います。その着物の袖は普通の着物より2倍ぐらい長くなっているので、振袖という名前がついています。実はですね、今回の成人式には私の娘も行きます。去年の11月、去年といっても2ヶ月前ですけど、去年の11月に娘は20歳になりました。なんで娘は振袖を着て成人式に行く予定です。この振袖をどうするかに私はすっごく頭を悩ませました。イオンっていう日本中にあるショッピングモールがあるんですが、イオンに行った時に着物を見てみたんです。そしたら一番安い成人式の振袖セットで16万円しました。今1ドル157円なので1019ドルぐらいですね。レンタルでも20万円以上しました。こっちは1270ドルとかですね。もうね、すっごく高くてびっくりしました。ただ、その値段には着付けも含まれていました。着付けというのは着物を着せることです。普通の人は、ほとんどの人が着物を一人じゃ、着れません。着物を着るのって難しいんです。特に帯が難しいです。帯っていうのは着物の写真を見たときに腰のところに巻いてあるものです。あれは実は一本の太い布なんです。で、後ろから見ると帯がいろんな形になっています。そういう形を作ることを帯を結ぶって言うんですが、普通は帯は結べないです。難しくてできないです。ましてや振袖の時の帯は特別な結び方をするみたいなんですね。だから一人じゃ着れないので、プロの人に、着物の着方を勉強した人に着付けをしてもらいます。で、その売っている着物にもレンタルにも着付け代が含まれていました。とはいえ、すごく高くてどうしようって私友達に言ったんですね。そしたらその友達が振袖を貸してくれることになりました。その振袖はその友達が20歳の時に着て、2年前に友達の娘さんが着たものなんです。で、着物って着るのにいろいろ必要なんですけど、何が必要っていうのをリストにしてくれて、持っているものは貸してくれて、足りないものは何を買ったらいいかを教えてくれたんですね。もう私全然何も知らなかったんで、本当にありがたかったです。で、その一式を12月の終わりぐらいに美容院に持っていきました。そう、着付けは美容院で代替してくれます。病院じゃなくて美容院ですね。これは発音を気をつけないといけない単語です。美容院ってちょっとした発音とピッチアクセントの違いで、日本人には病院、病気になったら行くところに聞こえてしまうので注意してください。その辺について勉強したかったら、私のサブスクコースがあります。リンクを貼っておくので、ご興味あったらチェックしてみてください。そう。で、娘は美容院で着付けをしてもらうことになったので、その美容院に全部必要なものを置いてきました。
美容院で当日まで預かってもらいます。当日何かを忘れたら本当に大変なので。で、髪も同じ美容院でセットしてもらいます。メイクは頼めばやってくれたんですが、娘は自分でやりたいとのことで、今回は髪と着付けだけやってもらうことになっています。で、振り袖を着て式に出るだけじゃなくて、だいたい写真も撮ります。それもスタジオとかで綺麗に撮ります。でも、成人式とスタジオ撮影が同じ日だと大変なので、前撮りといって成人式より前に、例えば春とか夏にスタジオで振り袖を着て写真を撮ったりします。後撮りというのもあって、それは成人式の後、別の日に振り袖を着て撮影することです。で、娘は遠くに住んでるので、2回も来るのは大変だろうと思って、成人式の日にスタジオ撮影もしてしまうことにしました。なので、成人式の日は朝6時半に美容院に行って、着付けと髪をしてもらって、その後娘はメイクを自分でします。で、美容院から車で1分ぐらいのスタジオに行って、そこで8時から9時まで撮影です。成人式は10時に、会場、つまり会場が空いて11時スタートなので、ちょうどいい時間配分です。ちょうどいい時間配分です。1日で全部終わらせたかったんで、2月ぐらいにはスタジオを予約して、スタジオの人に紹介してもらったスタジオのすぐ近くの美容院で着付けを予約しました。なので、娘は一番いい時間をもらっていると思います。今回の美容院で一番最初に着付けをする子は朝の3時半スタートだそうです。すっごい早いですよね。大変だと思います。当日、娘の着付けやスタジオ撮影の様子、また成人式の駐車場などの様子を動画に撮って、YouTube の、本ちゃんの方でアップする予定です。なので、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。でも本当にこの振り袖をどうするか、それから撮影をどうするか決めるのが大変でした。でもこの前娘と話してた時に、自分がいろいろしたいというより、親に振り袖を着せて写真を撮りたいって思ってもらいたかったって娘が言ったんです。つまり、自分が着たいというより、親に楽しみにしてほしかったってことですね。昔はこの振り袖の写真というのは、お見合いの写真にもなっていたみたいなんです。お見合いっていうのは、親とか家が決めた相手と結婚前にデートするみたいなものです。今は学校や職場で会った人と恋愛して結婚するっていうのが一般的ですが、私の親の世代などはお見合いが割と普通でした。なので、振り袖を着せるっていうのも親の意向というか、親がそうしたいみたいな部分もあったと思うんですね。娘としても20歳になる記念を親が喜んで、ぜひ着物を着せたいと言ってもらいたかったということだったみたいです。私はそういう気持ちに気づいてなくて、大変としか思ってなかったんですよ。だから申し訳なかったなっていう気持ちになりました。友達が貸してくれるって言って、振り袖を借りて足りないものを買って美容院に持って行って、初めて肩の荷が下りて娘の振り袖姿を見たいなってやっと思いました。肩の荷が下りるっていうのはプレッシャーがなくなるという意味です。だから今は純粋に楽しみです。娘の振り袖姿を見るのがですね。で、言い訳じゃないんですけど、私の時も親は特に何もしてくれなかったんです。振り袖は自分の友人に自分で借りました。
同じ大学の同じ学年の友達だったんですけど、今思えば多分一つ年上だったんだと思います。その子から振袖を借りて、当時はスタジオ撮影とかも一般的じゃなかったので、家の前で写真を撮って成人式に参加して終わりみたいな感じでしたね。成人式のことは何にも覚えてないんですが、ただ昔お城のあった場所が公園になっていて、そこの市民ホールで成人式だったんですが、お城の石垣の前で友達と話しているようなシーンを少し覚えています。その後振袖を着替えて中学校の同窓会に行ったと思います。私自身そんなに成人式に興味がなかったみたいで、あんまり覚えていません。で、振袖なんですけど、当時は振袖は買うと100万円ぐらいするイメージがありました。で、私の祖母、おばあちゃんがどうやら私のために100万円ぐらい貯めていてくれたみたいなんです。でも、祖母の家でちょっとしたぼやがあって、ぼやっていうのは火事になる手前です。その家の修理でだいたい使ってしまって残り20万円しかないということで20万円くれました。でも今でも思い出すんですけど、私の母がそのお金を取り上げようとしたんです。ただそれは意地悪じゃなくて男女平等的な観点から、私の兄がもらっていないのに私だけもらうのは不公平だっていうことでした。男の子は成人式にスーツで行くんでそんなにお金がかからないんですね。だから兄は祖母からお金をもらってないんです。でも女の子は振袖が高いから、祖母はお金を用意してくれたんですけど、20万円だと振袖は買えなかったので、私だけもらうのが兄にとって不公平ってことですね。うちの母はその辺しっかりしていて、例えば私が大学に行く時も兄がすでに一人暮らしをしてたんですけど、私がそこに一緒に住んだとすると、女だからっていう理由でどうしても私が家事をする割合が多くなるに違いない。だからふみえちゃんは一人で住みなさいって一人暮らしをさせてくれたんです。私、ふみえって名前なんです。母は定年近くまで高校の先生をやっていて、すごい偉いんですよ。ただその時20万円を取り上げられてしまうことがあまりに悔しくて、私泣いたんです。もらえないんだったらおばあちゃんにありがとうって言えないって言って、私あんまり親の前では泣いたことがなかったんで、多分びっくりして、その20万円をくれました。で、私はその20万円でアップルのマッキントッシュを買いました。今はマッキントッシュって言わないですよね。調べたら2010年から Mac という呼び名になったみたいです。当時、20万円じゃ振袖は買えなかったと思うし、好きなものを買いなって祖母が言ってくれてたので。もしね、100万円が丸々残っていたら、私は振袖を買ったんでしょうか？わからないですね。やっぱり一回しか着ない着物を買うってもったいない気もするんですよね。娘の話に戻すと、娘は成人式に出た後に中学校の同窓会に行くようです。同窓会っていうのは昔の同級生とかに会う会ですが、クラス単位とか学年単位でやるものです。小中学校はだいたい地元の学校に行くことが多いかなって思います。歩いて行けるような距離に小学校とか中学校があるんです。それを地元の学校と言います。電車に乗っていくような学校は地元の学校とは言わないかもしれないですね。高校生になると電車に乗って隣の市の高校に通ったりします。
大学になると東京とか大阪とかで一人暮らしをしたりするんで、地元から出ていくことも結構あります。そうすると昔の友達にはなかなか会えないですよね。実は成人式は住んでいるところの自治体がやると言ったんですが、基本的には自分が出た中学がある場所の成人式に行くかなと思います。細かいことを言うと、日本の場合、住民票っていうのがあって、自分が住んでいる自治体に自分を登録しています。その住民票がある場所から成人式の招待状が送られてくるので、その住民票がある場所の成人式に行くことになります。でも、例えばうちの娘みたいに、大学がある場所に住民票を移しちゃっている場合もあります。その場合は、もともと住んでいたところに連絡して参加したいと言えば招待状を送ってくれます。なんで、娘の場合は住民票を移しちゃってるんですが、こっちで成人式に出るので、小中学校の時の同級生と会えるというわけです。逆に言うとね、知り合いのいない成人式に行っても何も面白くないと思います。知ってる人がいないから、話し相手がいないし、成人式で新しい出会いを求めている人も多分あんまりいないと思うんですよね。はい。ということで、どうでしょう。日本の成人式の様子が少し伝わりましたか？さっきも言いましたが、今週末、娘の着付けやスタジオ撮影を撮影して、その次の週ぐらいに YouTube チャンネルで、その動画をアップするので、ぜひ見てみてくださいね。はい。では、今日はここまでです。次回は日本の大学入試と共通テストについてお話しします。多分面白いと思うので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。では皆さん、良い一日をお過ごしください。またね。